ミルトンチャンネルです。今日は一体成形した FRP シェルの表面を薄く削ってパテを塗れる状態にしました。その映像がこちら。今回はこの他にも床を接着、柱も仮置きしたことで一体成形で作る FRP シェルのメリット、デメリットが見えてきてめっちゃ面白かったです。今回は先日自作で一体成形した FRP シェルを削ってパテを塗れる状態にしていきます。この作業せっかく綺麗に成形できているので手間暇かけてわざわざ傷をつけたくないんですが、この FRP の表面に細かい傷をつけておかないとこの後行うパテや塗装が剥がれやすくなるのでかなり面倒ですが表面を削ります。この FRP のシェルをサンダーを使って削っていきます。本当はこのつるっとした感じのまま残したいんですけれども、塗装するにあたって多少デコボコした部分をパテを埋めていかないと綺麗な塗装面になりません。またこういったバンクの角の部分も削って綺麗にしていかないとここも塗装面としてデコボコしてしまうので、こういった部分をコーナーサンダーで削って綺麗なラインが出るようにしていきます。スピードコントローラーを使って速度や音量を調節して削っていくのでそれほど騒音も出ないと思います。スピードコントローラーで速度を調整して削ったので騒音問題も気にせず作業できます。こういった部分、私の施工が甘くて FRP やゲルコートがボコボコしている部分があるので、こういった部分も丁寧に削っていきます。この削りの作業、いろんな番手のヤスリを試しましたが、シャープ60番のペーパーが最も早く作業ができました。サンダーで半分の面を削りました。こんな感じでだいぶ表面を荒らしたので完璧ではないんですけども、なんとなくラインが出るようにしました。でこの辺りなんかも巣穴ができているんですけども、この巣穴もパテで埋めて補修をしていくような感じにしたいと思います。もともとはここまでゴツゴツしていたものが、この辺りもそうなんですが、かなりゴツゴツしていた角の部分が結構丸くなってくれました。この FRP シェルを回転させて床面も削ります。このシェルは約120キロぐらいあって結構重たいので空の一斗缶の上に乗せます。このバンクの底の部分と床面の部分もサンダーで削っていきます。この部分やっぱりひっくり返さないとちょっと施工しづらいのでひっくり返しました。削りに使うサンダーのサンドペーパーなんですけれども、大量に消費してしまって自分の持っていた在庫がなくなりました。それで Amazon で注文しようとしたんですけれども、今 Amazon のブラックセール中で配達が1週間後とかかなり時間を待つことになったので、ちょっとそんなには待てないなと思ったので、ダイソーで購入したこの耐水ペーパーの60番のものを使ってこんな感じでペーパー状に切って使いました。で最初はこんな感じでコーナーサンダーと同じ形にして使っていたんですけれども、もう途中から面倒くさくなって四角のまま貼り付けました。貼り付けはあんまり見栄えは良くないんですけれども、これだと1枚数円でサンドペーパーが使えます。耐水ペーパーのこの部分に、これもダイソーで買ったファスナーテープの余りがあったので、これの柔らかいモフモフの方をサンドペーパーにくっつけてあげれば問題なくこれで削ることができました。なので残りの作業は全部このペーパーで削っていきます。このシェルの表面をサンダーで削る作業、後日塗装をする際に塗料が剥がれないようにするための必須の作業です。 FRP の表面を削り終えたらハケやほうきで FRP の粉を落とします。この削りの作業にはシェルを回転させる力作業もあるのでその点はデメリットですが、削りや粉落としの作業は早いと感じました。サンダーで表面を削ってマットな状態にしました。サンダーで削った分この辺が滑らかになっていて、パテをうっすら盛るだけで綺麗にラインを出せそうな感じになりました。こういったところもそうですね。この上の部分も同じような感じでパテを薄付けするだけで OK な感じにしました。正直この削りの作業が一番時間がかかると思っていて、1週間程度は時間がかかるだろうと覚悟していたんですが、
撮影をしながらやってもちょうど1日で終わりましたので、もう早い方なら半日程度で終わると思います。やっぱりこの型から作って FRP を成形している分、削りの作業もすごく早いですね。これは一体成形で作った FRP シェルのメリットだと思います。削ってもつるっとした面がすぐに出てくれますし、削りカスもそれほど多くなかったです。実は以前の動画で型取りせずに塗った FRP を削ったことがあるんですが、これがめちゃくちゃ時間がかかる上に全く思ったように削れてくれませんでした。これに対し型を作って FRP を塗っていくのは結構大変ではあるんですが、このような削りの作業も簡単になりますので、外枠から作る FRP の一体成形、個人的には DIY で作ってみてかなり良かったように感じています。私が気にしていた巣穴もこのように一部巣穴ができてはいるんですが、バンクの表面にはサンダーで削っても巣穴ができることもないですし、パテを埋める部分もこういった部分にほんの少し薄付けしていくだけで施工が完了するので、そういった意味でも FRP の一体成形を DIY で挑戦してみて個人的には良かったなと感じています。シェルに近づいて細部を確認すると、パテで補修する箇所も複数ありますが、視聴者さんに教えてもらったゲルコートを塗っていたおかげで雨漏りの原因になる巣穴もほとんどできていないので、その点も安心しました。次にで FRP のシェルの床面に板を張っていかなければいけないんですけども、この板を張るための接着剤、大量に必要になる上に FRP と板が剥がれないような強力な接着剤を自作する必要があります。いきなり本番の FRP でこの板を張ってしまって失敗してしまうと目も当てられない状況になるので、この模型を使って板をこの部分に貼っていきます。でこの板を貼る接着剤なんですけれども、これには FRP が主に使われるようなんですが、この FRP 樹脂、これはスチレンモノマーの、これはスチレンの不飽和ポリエステル樹脂なんですが、これにタルクと呼ばれる充填剤、これはポリエステルパテを作る時に使う材料なんですけれども、これとガラスマットを細かく切ったものを入れてよく攪拌して、この硬化剤を入れると接着剤としてかなり強力にこの板を接着できるようなので、とりあえずこの3点セットで FRP の接着剤を作ってこの模型に板を貼っていってテストしてみます。で FRP 樹脂とタルクやこのガラスマットを混ぜる比率なんですけれども、これは季節や天候によって混ぜる割合も多少変わるようで、 FRP1 に対してタルクが 1.3 から 1.5 ぐらいを入れるそうなので、今回はこのタルクとガラスマットを混ぜて使うような形なので、1.2 ぐらいでこのガラスマットを入れて FRP の接着剤として作ってみようと思います。FRP の作業をするので、念のため防毒マスクとメガネをつけて作業します。FRP 樹脂を 77g 取り分けたので、タルクを約 90g 入れて、その後にガラスマットを 20g 分ぐらいここに入れて攪拌してみます。タルクを 80g 入れたので、ガラスマットを 20g 足していきます。このガラスマットはハサミで細かく切って入れた方が接着剤の馴染みも良くて、接着剤の強度も上がるようなので、ハサミで細かく切っていきます。FRP 樹脂 77g に対し、タルク 80g、ガラスマットの繊維をハサミで細かく砕いたもの 10g を入れたので、これをよく攪拌していきます。で FRP 樹脂というのは、このようにして作った接着剤は硬化剤を入れない限りは作り置きもできるようです。FRP 樹脂、タルク、ガラスマットを細かく切ったもの合計 170g ぐらいの接着剤ができました。このポリプロピレンシートに取り分けて、この上で硬化剤を入れて攪拌します。で硬化剤を入れた瞬間から硬化が始まってしまうので、ここからは時間との勝負になります。入れる硬化剤の量は 1% なので、かなりシビアに測らなければいけません。
なので 0.1g 単位まで測れるスケールを使って正確にこの接着剤を計量していきます。では 0.1g まで測れるデジタルスケールに硬化剤を 1% 正確に測って入れます。硬化剤を入れたら 51.4g。 冬場なので、とりあえずはこれでよしとします。これで攪拌をしていきます。で、この硬化剤を入れて攪拌する場合はタルクやガラスマットを細かく砕いたものをよく攪拌した後に硬化剤を入れないと硬化不良が起こりやすいらしいので、今回はその手順に従ってやっています。硬化剤を入れてよく攪拌を終えたので、この板に接着剤を塗って模型に接着していきます。FRP 接着剤を貼り終えました。こんな感じで2本のヘラを使って木材全面にこの接着剤を塗れたので、模型の床面に貼っていきます。で、これだけだとさすがに剥がれてくると思うので、この上に重しを乗せます。作りすぎてしまったこの接着剤は蓋をしておけば保管できるようなので、ポリプロピレンシートで蓋をして保管をしておきます。今回接着している板の接着時間は最低でも丸1日以上かかります。板がきちんと接着されているか確認してみます。丸1日以上放置したのでガチガチに固まってますね。剥がそうとしてもなかなか剥がれてくれません。この部分の接着性は FRP の強度に関わってくるので、このハサミで何度かこの部分をこじって FRP を剥がそうとしてみたんですけども、このハサミ程度では板が剥がれてこないんで、このタルクとガラスマットを細かく切って FRP の接着剤に混ぜる方法、本番の FRP の床に接着しても成功しそうですね。なので本番の FRP シェルの板も固めてみます。はい、これから FRP の接着剤を作っていくんですけども、でこの FRP 樹脂とガラスマット、そしてタルクを混ぜた比率がこの2つで 1.2 対1の場合に結構粘度が高くて板に塗りづらいなっていう感想があったので、今回はこのタルクとガラスマットを混ぜたものが1、そして FRP 樹脂を1対1で混ぜて少し混ぜやすいような状況で施工してみたいと思います。こちらの FRP 樹脂を 1kg、 そしてこのタルクとガラスマットを合わせて 1kg、 合計 2kg の接着剤を作って一旦ここの中で攪拌するんですが、一気に 2kg の樹脂に硬化剤を混ぜるのはかなり大変なので、硬化剤を入れるのはこのポリプロピレンシートの上で小分けにして硬化剤を混ぜていこうと思います。こういったタルクやガラスマット、そして FRP 樹脂の比率はネットで探しても黄金比率のようなものが出てこないので、実際に自分で試してみるしかないようで、とりあえず私は今回1対1の割合で混ぜて床を接着していこうと思います。こういったことを実験しながらやるのも楽しいかなと思うので、とりあえずそんな感じで進めます。材料の攪拌なんですけれども、ダイソーでスクレーパーやプラスチックのヘラが売っていたので、こういったもので塗っていこうと思います。100円の割にすごくしっかりしているので、これで全く問題ないような気がしています。はい、約 1kg の樹脂を取り分けたので、これにガラスマットとタルクを入れていきます。ガラスマットは模型の時に試したように細かくハサミで切って入れていきます。はい、ガラスマットを 100g 入れました。ここにタルクを 900g 追加します。ではスクレーパーで攪拌していきます。粘度的にはちょっと固めかなっていう感じはあるんですけども、施工には問題ないと思うんで、これで硬化剤を 1% 加えて床に板を張っていきたいと思います。今回は接着剤を塗る面積が大きいので、なるべく無駄のない作業で手際よく接着剤をつけます。約 2kg ある接着剤を短時間で塗るのは結構大変ですが、手早く塗らないと接着剤が固まるので急いで作業しました。こんな感じでちょっと家中の重量物をかき集めて乗せておきました。これで強力に接着させたいと思います。実は1枚目の床板を接着した後、もっと強力に板を接着させる方法を思いついたので、それを試します。床板に使うこの針葉樹合板なんですけれども、
表面が結構ツルツルしていて、繊維を断ち切るような感じで細い溝のようなものをこの1ミリですとか2ミリぐらいにこの板に沿って傷をつけていた方が接着剤ののりがいいと思ったので、板に細い溝を丸ノコで掘っていきたいと思います。溝をこの板に掘りました。1枚目の層を2ミリほど削って、で2枚目のこの層に達するぐらいまで削ってあります。こうすることで密着性が高まるかなと思ったので、このような掘り方にしました。でこの辺りはだいたい2センチ間隔ぐらいで掘ってるんですけども、この端っこのところだけ接着の強度を上げるために1センチ間隔で掘っている部分もあります。でこちらの真ん中の板も同じように削ってあって、これも全く同じようなやり方で、この端っこの方を1センチ単位で削って、真ん中あたりは2センチ単位で削っています。これで接着能力が高まったと思うので、 FRP に直接貼り付けていこうと思います。ガラスマットもこのように細かくカットして作りました。床板はあらかじめすぐに塗れる状態にセッティングしています。ガラスマット、タルクを入れていきます。ちなみにこのタルクという充填体なんですが、こちらはベビーパウダー等にも使われる体には無害の材料になっています。 FRP 樹脂を入れます。これらの材料を入れる順番ですが、どの材料から入れてもきちんと混ぜさえすればきれいに混ざってくれます。はい、樹脂6に対してガラスマットやタルクが4の割合で入れてみました。こんな感じで少し施工性がいい感じの混ざり具合になってくれています。個人的には樹脂6に対して充填剤ガラスマットやタルクが4ぐらいの割合の方が施工しやすいイメージです。この作った接着剤に 1% の硬化剤を入れたので、急いで板を貼り付けます。 FRP シェルの角の部分には前もって接着剤を塗っておくと板を貼り付けやすかったです。接着剤を先に板に貼り付けてから床に設置します。仮の柱を切っていたので、これを床の押さえとして入れていきます。追加で重量物を乗せました。天井部分がこんな感じで固定されています。床と壁の隙間に接着剤を充填します。接着剤が行き渡っていない部分に接着剤を充填していきます。ちょうどこの角の部分なんかは後から接着剤を入れて充填していかないときれいにいかないので、私はこういう方法でやっていきます。この金ベラであれば結構奥まで接着剤を入れることができるので、こういう方法でやっています。こんな感じで隙間を接着剤で埋めました。このように接着剤を入れた後は壁となるべく一体化するように壁側にも接着剤をひっつけるような感じで接着剤を充填していきました。ちょっとこのやり方が合ってるかどうかはわからないんですが、接着効果は強化されたと思うので、これで様子を見てみます。接着剤の量は大きな板を1枚塗るのに2から 3kg の接着剤が必要になるので、硬化剤をきちんと混ぜ合わせるのも結構大変です。映像のような小さい箱で混ぜ合わせるのは効率が悪いので、最終的には大きなポリプロピレンシートに移して、この上で硬化剤をきれいに混ぜ合わせました。硬化剤を混ぜ終えたら接着剤を素早く板に塗ります。この作業、大量の接着剤を手早く塗るので時間との勝負で意外と大変です。接着剤を板に塗り終えたら FRP シェルに板を貼り付けていきます。この板を仮の柱で固定したら、あらかじめ残しておいた接着剤でこの隙間を接着剤で埋めていきます。この作業も接着剤が固まる前に塗り終える必要があります。バッテリーやこの柱を使って板を圧着しています。これで丸1日以上は最低でもかかると思うんですけれども、これで様子を見たいと思います。それでこの天井の部分なんですけども、柱をこのように入れただけでだいぶ天井のたるみがなくなりました。これはこのように上から見てみるとよくわかるんですが、やはり柱を入れればこのようにたるみがなくなって
綺麗な流線形になってくれると思います。この部分はまだ柱が入ってないので、少しこのように湾曲しているんですが、こちらの方は少し山形になるような感じでたるみが解消されています。なので柱は床が固まってから入れる予定なんですけども、こんな感じで施工していきます。はい、床板を張ってちょうど丸1日ぐらい経ちました。接着剤の固まり具合なんですが、もうガチガチに固まっていて、この FRP を剥がそうとしても剥がれるような感じはありません。かなりいい感じです。この床の上を歩いてもミシミシする感じもないですし、施工としてはがっちり固まっている感じがします。この接着自体は夏場で丸1日、冬場だともう少し時間を置いた方が良さそうなので、2日程度このまま放置しておこうと思います。で、この床面が完全硬化したということが確認できたら、この天井の部分に柱を貼り付けて、この天井がたるんだりしないような施工をしたいと思います。このようにど素人が一体成形の FRP シェルの施工方法を実験しながら作っていますので、完成までにかなり時間がかかっています。私の作業が突っ込みどころ満載で、キャンピングカーの作り方としては微妙な点も多々あるかと思います。何かお気づきの点は気軽にコメント欄で教えていただけると嬉しいです。またチャンネル登録や高評価を押していただけると私のモチベーションもアップしますので、もしこの動画を気に入っていただけたら皆様の応援ぜひお願いします。